じゃあ、今日はですね、いよいよこの時期がやってまいりました。毎年訪れる、赤松黒松の目切りの時期です。まず目切りって何って話なんですけど、赤松黒松はですね、非常にぐっと、芽が伸びる種類になります。新芽ですね。ちょっと分かりやすく言いますと、例えばこういうところになります。今あるここら辺の緑が濃い葉っぱが去年の葉っぱもしくは一昨年の葉っぱになります。ここに伸びてる黄緑で鮮やかな芽、これが今年の新芽になります。ちょっと前ですとコンペイトーみたいなものがついてたと思うんですけど、いつの間にか気づくとぐっと伸びてると思います。実際この先が来年の赤松のこれは葉っぱになる部分ですね。でこの作業は何かって言いますと、この先に葉っぱが伸びてしまうと枝がすごく、間延びしてしまうんですよね。ここの部分、何も葉っぱがない部分っていうのは軸ですので、要は枝になる部分なんですね。この部分が長ければ長いほど木がどんどん間延びしてしまって、非常に大きい木になってしまうので、それを防ぐために芽切りって作業をします。で新芽を切ってだいたい9月とか10月ぐらいになると新しい新芽が生え揃うんですね。それを促す作業を今だいたい6月の中旬、下旬ぐらいから7月にかけて行うという感じになってます。それをちょっと季節を先取りして今回動画にできたらなと思いますので、よろしくお願いいたします。ということで今ここに2つの木があります。こちらが黒松、こちらが赤松になります。ちょっと木がそこまでいい木ではないので、そこはちょっと申し訳ないんですけども、今日は撮影日が5月の11日になるので、本来の時期から言うと、ちょっと早すぎる時期になってます。ですので、ちょっとうちのいい木っていう言い方あれですけども、商品とか、預かってる木だとちょっと早くて、葉っぱが伸びるのが早くなっちゃうので、ちょっとうちにあるちょっと安めの素材を使って今回やっていこうと思います。時期が早いとなんでダメなんですか？はい、この芽切りっていう作業は、一種の木が勘違いするそういうような作用を用いた作業になってますので、芽切りをするとこの木自体がやばい芽がなくなっちゃった、来年の葉っぱがないっていうような感じで勘違いをするんですよ。なので、だんだんちょっとやばいどうしようって言ってる中で新しい芽を吹くようになるんですね、来年のために。それを促すんですけど、その時期が早すぎると今度は出てくるのも早くなっちゃうので、だいたい秋とか冬に合わせて芽切りってするんですけど、その段階でもまた同じことが起きちゃうんです。これぐらいになっちゃう。また次の芽も伸びやすくなっちゃう。間延びしちゃうので、ギリギリまで待つと。ただギリギリ行き過ぎちゃうと今度芽が出なくなっちゃうということがあるので、その一番いい頃合いが、6月の中旬以降、7月にかけてっていうのがベストタイミングかなというふうに思ってます。であとはですね、黒松赤松の樹種の違いになるんですけど、少しビビたる差ですけど、やっぱり赤松の方が少し弱い傾向にあります。なので赤松を先にやってその後に黒松をやるっていうのが、我々ではセオリーになってますので、先に赤松をやって黒松っていう順番です。あとは木が大きい木ちっちゃい木にもよって違うんですけど、実際商品でこのぐらいの葉っぱの長さってすごく大きくなっちゃいますよね。大きい印象になっちゃうので、商品に関してはすごく後、8月に入ってからやる方も多くいらっしゃいます。逆に言うと大品で大きいがっしりとした木を作りたい方は、非常に早く6月の中旬ぐらいから、それも赤松からみたいな感じでやる場合が多いですね。で順番は赤松黒松、そうですで大きいものから順にやっていくっていう感じ。なので黒松の大きいやつを先にやって赤松のちっちゃいやつを後にやるっていうのも全然 OK、そこは多分経験になると思うんですけど、この芽切りの作業を今この時期にやって完全に枯れてしまうってことはそこまでないです。そこまでっていうかもう9割ぐらいはないと思います、早い分には。そうです、
で枯れてしまう原因1個あるのはこの木自体の樹勢によります。樹勢がないちょっと弱いやつに関してはそれを見切りをしてしまうとどうしてもその木の樹勢がない分芽を出す力がないんですよ。そうすると芽が出なくなってしまったりとか、あとは水を吸い上げる力っていうのがこの新芽があるうちは一番ありますので、これがなくなると急に水を吸い上げる力がなくなっちゃうんですよね。そういう時に根腐れを起こしちゃったりとか、それで枯れる原因になったりとかっていうのもあるので、芽切りに関しては毎年毎年行うんではなくて、例えば2年とか3年やったら1年は休憩、それの繰り返しで作業はローテーションでやっていってあげるといいと思います。はい、はい、で今回はこの木を、やっていきますので、その作業と芽切りと同時に一緒にやるべき作業っていうのをやっていけたらなというふうに思ってます。わかりました、はい、じゃあまず赤松からやりましょう。ちょっと、どうしてもいらない枝を切ってそこを例に、切ってみます。これですね。今ありますのがこれが今年出てきた芽、もう一本ちっちゃいのがここにありますね。まずこの時点で樹勢に差があります。この枝の中でも樹勢に差があります。左の方が強い、こっちの方が弱い。でなんでそうなるかっていうのはなんとなく私には分かってます。その理由がこの去年までの葉っぱの量なんですよ。こっちって今ここにあります葉っぱは全部これ一昨年の葉っぱです。これが去年の葉っぱです、はい、ちょっと違いが分かりづらいと思うんですけど、ちょっと先端の方が黄色みがかってたりとか深い色してますよね。これがちょうどなんか、美味しそうなお茶の色というか、でこれが、すごく鮮やかですよね、はい、葉っぱの量で水を吸い上げる力って全然違うんですよ。なのでここの芽が太い、長くて強い芽っていうのはそういう理由があるんじゃないかなと僕は思います。で対してこっちの葉っぱっていうのは一昨年の葉っぱも、2本3本、去年の葉っぱもちっちゃいのが5、6本っていうところで、全然差が10倍ぐらいあるかもしれないですね、もしかしたら。これが差だと思います、はい、で今回の作業に関しては一昨年の葉っぱも全部取ってあげたいので、そういうのを含めた作業をしてあげます。で順番としてはどちらが先でもいいんですけど、まず分かりやすく今回この枝に関しては先に一昨年の葉っぱを全部取りましょう。全部手で取ってもいいですし、もし木のことを思うんであればこうやってハサミを入れて葉を切ってあげてください。どっちにしろ一昨年の葉っぱは変色して落ちていくから落ちていっちゃいます。とはいえその樹勢の調整っていうのが必要なんですよ。樹勢の調整、要はこっちの枝に力を生かせるためにはこっちを押さえてあげないと均等化できないんですよね。この芽のそうこっちに力を、要はこいつって次の芽を出さないといけないので、こっちの芽とこっちの芽に差があったらやっぱりそれはそれでやる意味がないというか、なるべく中指と薬指ぐらいな感じで同じような樹勢で生きれば理想なんですけど、例えばこうなってしまうとちょっと樹勢に差が出てしまうので葉っぱの長さも違くなっちゃうんです、これだとあんまりいい木はできないので、ただ木作りっていう面で見ると、これでもいいのかなとは思います。枝作りでは枝作りの段階では葉っぱの長さ揃える必要はないので、とはいえ均等化した方が本当はいいと思います、はい、じゃないとこの中指だけがぐんぐん伸びていっちゃうので、はい、ということですね。それを古い葉の量で調整する。はい。でちょっと抜いてもいいんだ、こっちのやつ。抜いてもいいんです。間引きっていう葉すかしって言いますけど。でそもそもその芽切りなんですけど、はい、これが例えばこの木でいうと中間の芽の大きさにしましょう。はい、これがとびきり強い芽だとすると、同じように切ってしまうと次の2番目の芽の大きさに差が出てきてしまいます。これも勘違いを木の勘違いを1個利用するんですけど、こっちの中間、要はこの、指で言うと人差し指とか、はい、一番均等な長さに揃えるときは人差し指はもうまっすぐというかそのキワキワで切ります。去年の葉っぱの人差し指はキワキワでキワキワで切ります。弱い方を
弱い方というか、これは中間だと思う。中間ね、中間のやつを基準にね、ギリギリで切ると。ギリギリで切ると。ギリギリで切りました。はい。去年の葉っぱの出てるギリギリで切りました。はい。こっちの長い強い、手で言うと中指です。はい、中指とか親指に関しては少し上で切ります。ちょっと残すんだ。残して切ります。はい。そうすることによってこの芽がやばい、芽がなくなったと感じるまでに少しタイムラグが生じるんです。こっちはすぐなくなったって感じるんですけど、はい、これはちょっと、樹液も吸ってますから少しタイムラグが生じるので、芽を出す時期が遅れるんですね。なので総じて最終的な9月10月には同じような長さの芽が出てくれるっていうようなロジックです。これのもうちょっと丁寧なやり方は、そもそも切る時期を変えるんです。3種類に分けましょうか。こうしようか。一番強い中指、中くらいの人差し指、一番弱い小指、切る順番を調整します。すごく丁寧なやり方は最初に小指だけを全部切ります。大きさでいいですよね。はい、一番弱いやつだけを先に切る。次に人差し指だけ全部切る。これの間隔はだいたいおおよそですけどだいたい5日ぐらいでいいんじゃないかなと。5日ぐらい。はい。で最後に強いやつを、また5日ぐらい空けて切ってあげると、いい意味で調整ができるという。だから全部同じ位置で目切りするってことですね。そうです。だからさっきはちょっと開けましたけど長いのも際で切ることができるっていう感じですね。はい、そういう差があります。で僕らって割と目切りをする気がすごく多いんですよ。もう本当に年間で何十本ってやらないといけないのでこの1回でやる方法でやってしまいますけど、お時間に余裕のある方だったりとか丁寧にやりたい方はちょっとタイムラグをつけてやってあげるといいかもしれないですね。なんかね強いやつから切っちゃいそうになりますね。そうですそうです、なので強いやつは最後まで残すっていう風にやってあげましょう。なるほど。で、僕らもとはいえ弱いやつだけは先にやっちゃいます。もう一番最初の方に弱いやつだけやっちゃってでそこから中華やと大きなやつをまとめてやるっていう感じでやってますね。だから2回切りでやってますね僕ら。多いとはいえその方が丁寧かもしれないですね。で実際それをやってみましょうか。はい、強いやつ弱いやつっていう話をさっきしましたけど弱すぎるやつもあるんですよ。それが例えばちょっと今切ってしまいますけど、これですね。弱すぎるやつ。弱すぎる。はい。こういうのは取っておいてもいいです。もしくは本当に初期に切るか。切ったとしても芽の吹きはそこまで期待はできないです。出てこないかもしれない。出てこないかもしれない。とはいえこれを伸ばしておくと多分おそらくすごい長い葉っぱになると思います。それを承知で残すか、それが汚いから切ってしまうかのどっちかかもしれないですね。とはいえ芽数だけで考えると残しておいて葉っぱは後で揃えて切るっていうのが一番、木のためではあるかもしれないですね。なるほど。じゃあ早速やっていきましょうか。はい、まずはこの辺の葉っぱっていうのが一昨年の葉っぱになるんでこういうのは取ってきます。手で取ってもいいですしピンセットで取ってもいいです。はい、じゃあ早速これですね。はい、これ上からやった方がいいんですか？そうですね。お手入れとかは全部上からやった方がいいです。で、さっきのその話で言うと、松の芽切りに関しては、下からやる場合もあります。なんでかというと、松の木って上と下で全然樹勢が違うんですよ。で、特に下枝って重要、差し枝になったりとかするので、非常に枯れたら困っちゃう枝なんですよ。なので比率的には下は割と気持ち中くらいの芽まで切ってしまってもいいと思う。要は下枝に関しては人差し指小指まで取っちゃってもいいと思う。先にってこと？それは2回に分けるパターンの時ってことね。そう。はい。なのでそういう感じでやってもらえたら一番いい。わかりました。上が元気で下が弱くなりがちと。そう。
その基準を見つけるために下枝からやるっていうのも全然いいと思います。ただお手入れ、盆栽のお手入れに関しては上からやっていくっていうのがまあセオリーですかね。お掃除が楽っていう、下やったのに上やっちゃうと下にゴミが溜まっちゃうとか、そういうのが効率が悪いので基本的には上からやります。で実際ここの芽ですね、割とこの辺は強いですので、ちょっと残し気味で切りましょう。こういう感じ。これで芽切りが完成になりますね。でこの中にも強い弱いがあるので、ちょっと葉っぱが多い芽に関しては間引いてあげるといいかもしれないですね。こんな感じを全部でやります。これ、芽切りのメリットで、枝が伸びない、小さく抑えるためって話だったと思うんですけど、単葉法とも言うじゃないですか、それは葉っぱがちっちゃくなる。まあそうですね、もうミーニング同じ意味ですね、小さくなる。でちょっともう一個あって、まあ、ここの部分今芽が3つあるんですよ、これとこれとこれ、これすごい弱いから残すって人いるんですけど、実際同じところからこの3つ出てる時点で1個は間引かないといけないんですよ。盆栽は二股で作るということで、なので実際このそもそも2つ出てるのも別にいらないぐらいなんですよ。あ、そうですか。1個でいいの。だってここから二股になるんだ。芽切りしたらってことですね。まあ樹勢が良かったら、芽切りした後だいたい芽が二股が4つとか3つ出てくるんで、ただその木によってね1つしか出ない場合もあるので、その保険として取っとくのはいいんですけど、3つなんても絶対いらないんですよ。でしかも例えばこれをこうやって長く切ってこれを際で切りますって、大小ですね、でこれを弱いから残しますってやっちゃうと、こいつらが伸びる栄養をこっちが取っちゃうんですよ。なるほど。芽があるじゃんっつって、でも出さなくていいよねっていうんで栄養を取っちゃうので、こいつらの本来欲しいところに要は2つ3つの芽が来ないっていう場合が起こり得るので、こういうのはもう強制的に取っちゃいましょう。でもそれも芽切りみたいなことにならない。まあそうなんですけど、フルパンも取っちゃう。まあフルパンも取りますし、あとはまあ単純に残す必要はないですっていう、これが一昨年の葉っぱで、芽切りのメリットは、葉を小さくすると木を大きくしないってことと、あと芽数を増やす、倍々で3つがありますね。倍々でこう倍々で、そこだけ覚えておいていただけるといいかなと思います。わかりました。でこれが赤松の作業、で黒松も同じです。全く同じ作業。だいぶ時間がかかりますので、ここは流しで、完成しました。赤松の芽切りですね。ちょっと全体的にやったので上と下の比較をしていただければと思うんですけど、特に強かった部分ここになります。上の部分はちょっと伸びて切ってあると、残して切ってあると思います。で、葉っぱに関しては少し少なめにしてますね。でかえって、下の方になると同じような長さなんですけど、下の方はその残す長さを変えてます。短く、ちょっと短め、で弱すぎるのはちょっと際できるみたいな感じ。なるほど。こういうような同じ太さと大きさなんだけど上と下で長さ変えてあげると合ってくるので、そういう感じにしてますね。あとはすごくちっちゃいやつはもう切っ取っちゃってます。全部生え揃いが違うので取っちゃってますね。こういう感じで全体的にやってあげると8月9月10月と新しい芽がどんどん増えていきますので、調整という意味で今の時期にやってあげるといいのかなと思ってます。ちょっと黒松ができてないですけど、黒松もやってあげましょう。わかりました。わかりましたか？そうですね。僕はもう何でも聞いてるですけど。で今度この後の芽の処理っていうのもあります。その動画はこちら。
芽かき、はい。でこれを見ていただければと思いますし、もしあれだったらまた今年もその時期にそういう動画をお届けできたらなというふうに思います。はい。そういう時はおそらくこの、カンタの法則っていうのが出てくると思いますので、ありました。はい。それもお楽しみにしていただけたらと思います。基本的な、赤松黒松だと最低限やった方がいい仕事ですね。1年に1回これだけはやってあげてください。これが唯一の作業と言ってもいいぐらいの作業になりますので、これだけやっていただければ、あと1年そのままでも大丈夫は大丈夫。大丈夫ですね。はい。っていう感じになります。はい。やらないとどんどん伸びていっちゃうと。そうですね。であとはこれ目切りをした後はさっき言った通り目のその蒸散率というか、要は水を吸い上げる力が弱まるので、少し乾き気味にしてあげるとなおよしかもしれないですね。でも葉水はしてあげてください。なるほど。はい。葉水メインでそっちは気持ちいつもよりかは乾かし気味にしてあげるとベストかなと思います。わかりました。はい。ということで赤松黒松の目切りについて紹介しました。この動画がいいなと思いましたら、いいねボタンとチャンネル登録をお願いします。Please subscribe and thumbs up. Thank you. バイバイ。ありがとうございました。ありがとうございました。